昔々、江戸の外れに一つの長屋がございました。日が暮れると、あちらこちらの窓にぽつりぽつりと明かりが灯ります。今夜のお話は、その長屋で起きた一晩限りの大層にぎやかな出来事でございます。おかしくて、少しばかり恐ろしくて、けれど不思議と温かい、そんなお話でございます。大よ、ラクダと申します。どうぞお布団の中で力を抜いてくださいませ。目を閉じたまま聞き流していただいて構いません。それではゆっくりと参りましょう。この長屋にみんなから恐れられている男が一人住んでおりました。なお、ラクダの馬と申します。体が大きく、力も強く、その上、大層乱暴でございました。家賃は払わない。酒はタダで飲む。文句を言えば、凄まれる。長屋の者は、皆、この男を避けておりました。ところがある日のこと、その馬が、フグを一人で食べまして、そのまま、ぽっくりと、行ってしまったのでございます。長屋には、何とも言えない、静かな朝が訪れました。さて、そこへ、ひょっこりと訪ねてきた男がございます。ラクダの兄貴分、熊五郎という男でございました。部屋に入って、横たわる亡骸を見ますと、腕を組んで、しばらく黙っておりました。それから、ぽつりと申します。こいつにも、つやくらいは、してやりてえな。気持ちは、大層立派でございます。ただ、この熊五郎、懐には、一分のお金もございません。友達も、おりません。さて、どういたしましょう。熊五郎が外を眺めておりますと、路地の向こうから荷を背負った男がとぼとぼと歩いてまいりました。くず屋の九六でございます。大層気の小さい優しい男でございました。熊五郎はにっこりと笑って手招きをいたします。おい、ちょいと手伝ってくれ。九六は逃げたいのをぐっとこらえて、こくりとうなずきました。こうして九六は長屋中を回って、お酒とからだると食べ物を集めることになったのでございます。九六は家々の戸を恐る恐る叩いてまいります。すみません。艶のお酒を少しばかり。長屋の人たちは
皆しぶしぶながら分けてくれました。ラクダの馬が亡くなったと聞いて、内心ほっとしていた人もおったのかもしれません。集まったお酒が一つ二つと部屋に並びます。熊五郎はそれを眺めながらあくびを一つ。つやってのはどうも退屈だなあ。この一言から話はおかしな方へ転がってまいります。熊五郎はしばらく考えておりましたが、不意にポンと手を打ちました。そうだ、踊らせよう。九六は耳を疑いました。どなたを？決まってるだろう。ラクダをさ。そう申しますと、熊五郎は亡骸をひょいと九六の背に負わせてしまいます。九六は腰を抜かしそうになりながらふらりふらりと立ち上がりました。夜の路地に二つの影がゆらゆらと伸びてまいります。熊五郎が手拍子を打ちながら歌い始めます。歌の名をカンカンのうと申します。昔長崎から伝わったと言われる風変わりな歌でございます。その調子に合わせて九六は背中の重みごとゆらりゆらりと体を揺らします。これをカンカン踊りと申しました。長屋の戸が一つまた一つとそっと開きます。覗いた人たちは目を丸くいたしました。何しろこんな艶は見たことがございません。一回りして戻りますと、熊五郎はねぎらいのつもりで九六にお酒を勧めました。ほら飲め。九六ははじめは遠慮しておりましたが、一杯二杯と口にいたします。するとどうでしょう。うつむいていた顔がだんだんと上がってまいりました。声も少しずつ大きくなってまいります。気の小さかったはずの九六の背筋がちゃんと伸びてゆくのでございます。とうとう九六は湯飲みをどんと置きまして、こう申しました。おいぐま、今夜からは俺が兄貴分だ。熊五郎はあっけに取られております。お前は下だ。わかったか。先ほどまで震えていた男が今やすっかり主人役でございます。立場が丸ごとひっくり返ってしまいました。長屋の人たちは
戸の隙間からこれを見てこらえきれずに笑っておりました。やがて夜がしらじらと明けてまいります。騒ぎ疲れた二人はいつの間にやら並んで眠っておりました。長屋にはまたいつもの静けさが戻ってまいります。恐れられていた男のたった一晩の見送りはこうして笑い声とともに終わったのでございました。落語ラクダのあらすじでございます。上方ではラクダの壮麗とも申します。それではどうぞ良い夢をおやすみなさいませ。昔々のそのまた昔、この世のずっと下の方に地獄という場所がございました。その隣には極楽という大層心地の良い場所もございます。今夜のお話はその地獄で起きたちょっと困った出来事でございます。恐ろしい話ではございません。むしろ聞いているうちにふふと笑ってしまうようなそんなお話でございます。大よおけち脈と申します。どうぞ肩の力を抜いて目を閉じてくださいませ。地獄には閻魔様という大層立派な大王がいらっしゃいます。日頃は次から次へとやってくる亡者を一人一人お調べになっておりました。ところがある頃からどうも様子がおかしいのでございます。門の前に誰も並んでおりません。待てど暮らせど一人も参りません。がらんとした広い庭に風だけがひゅーと通って行きます。閻魔様は首をかしげておいででした。これは一体どうしたことか。閻魔様は家来の鬼たちに調べてまいれと命じになりました。しばらくして鬼たちが慌てて戻ってまいります。大王様、わかりましてございます。申してみよ。信州の善光寺という寺におけち脈というありがたいハンコがございまして、ハンコがどうかしたか、それを額に押しますと誰でもそのまま極楽へ参れるのでございます。このおけち脈と申しますのはまことにありがたいものでございました。難しい修行もいりません。長いお経もいりません。ただ
コツンと額に押していただくだけ。それで迷いが消え、まっすぐ極楽へ向かえるというのでございます。その噂はたちまち国中に広まりました。人々ははるばる信州まで列をなして歩いてまいります。善光寺の御堂の前は朝から晩まで大層なにぎわいでございました。こうなりますと困るのは地獄でございます。誰も彼もが極楽へ行くものですから、地獄には亡者が一人も参りません。釜の火は消え、針の山には草が生え、鬼たちはやることがなくてあくびばかりしております。閻魔様も玉座でぼんやりと頬杖をついておいででした。このままではわしは用なしになってしまう。大王様のため息が一つ広間に響きました。考えに考えた末、閻魔様は一人の男を呼び出すことになさいました。天下に名の知れたおほ泥棒、石川五右衛門でございます。地獄へ落ちてしばらくいとまを持て余しておりました。五右衛門よ、お主の腕を見込んで頼みがある。へえ、なんでございましょう。善光寺にあるあのハンコを盗んでまいれ。五右衛門はにやりと笑って深々と頭を下げました。その夜のことでございます。五右衛門はするすると塀を越え、善光寺の中へ忍び込みました。あたりはしんと静まり返っております。灯明の明かりがゆらりゆらりと柱をなでております。足音を消してそろりそろり、ついに五右衛門はあのおけち脈のハンコの前までたどり着きました。手を伸ばします。指先がひんやりとしたハンコに触れました。ところがでございます。嬉しさのあまり、五右衛門はつい手元が狂いました。ぐいと持ち上げたはずみに、そのハンコがコツンと自分の額に当たってしまったのでございます。あ、と思った時にはもう遅うございました。藩はしっかりと押されております。五右衛門は自分の額に手をやってポカンと立ち尽くしておりました。するとどうでしょう。五右衛門の体がふわりと軽くなってまいります。あれほど重かった悪心もスルスルとほどけてゆくようでございます。
周りが柔らかな光に包まれてまいりました。天下のお泥棒は盗みに来たその場所でそのままスーッと成仏してしまったのでございます。まことにあっけないことでございました。さて、地獄では閻魔様が首を長くして待っておいででした。しかし、待てど暮らせど、五右衛門は帰ってまいりません。やがて事の次第を聞かされまして、閻魔様は玉座の上でがっくりと肩を落とされました。なんということだ。あの野郎まで極楽へ行きおったか。地獄は今日も静かなままでございます。落語おけち脈のあらすじでございました。それではどうぞ良い夢をおやすみなさいませ。昔々、江戸の町に腕の良い大工たちが暮らしておりました。朝は早くから木を削り、日が暮れれば長屋へ帰ってまいります。今夜のお話は、そんな職人たちの間で起きたちょっとした揉め事でございます。たった8文のはした金をめぐって大人たちが本気になってしまう、そんなおかしくて少しばかり気持ちの良いお話でございます。大よ大工調べと申します。どうぞゆっくりとお聞きくださいませ。この長屋に与太郎という若い大工が住んでおりました。腕は悪くないのですが、どうにもぼんやりとした男でございます。気がつけば家賃を随分と貯めておりました。ある日、仕事に出ようといたしますと、いつもの場所に道具箱がございません。大家さんが家賃の方に預かってしまったのでございます。大工にとって道具箱は命でございます。与太郎は部屋の真ん中で頭を抱えてしまいました。道具がなければ仕事に出られません。仕事に出られなければ家賃も払えません。与太郎が困り果てておりますと、玄関の戸がからりと開きました。棟梁の清五郎でございます。島の羽織をきりりと着こなした大層切符の良い男でございました。話を聞きますと、清五郎はふむとうなずきます。よし、俺が行って話をつけてやろう。頼もしい背中が夕暮れの路地へ出てまいりました。
清五郎は大家の元禄さんの家を訪ねてまいりました。玄関できちんと膝を揃えまして丁寧に頭を下げます。与太郎がご迷惑をおかけしました。そう言って懐からお金を取り出しました。足りない分はあっしが立て替えます。どうか道具箱を返してやってください。まことに筋の通った頼みでございます。普通であればこれでめでたく話は終わるはずでございました。ところがこの大家さん、帳簿を開いて指をゆっくりと動かしております。それから扇子でぴしゃりと帳面をはたきましてこう申しました。八文足りませんな。清五郎は耳を疑いました。八文でございますか。さよう。八文は八文でございます。きちんとしていただかないとたったの八文でございます。けれど大家さんは指を八本立てたままにこりともいたしません。ここで清五郎の顔つきが変わってまいりました。両手を膝に揃えましてすーっと息を吸い込みます。そして腹の底から声を出しました。たった八文で意地を張りなさるとは江戸っ子の短歌というものでございます。普段は気持ちの良い男がひとたび火がつきますと言葉が次から次へと流れ出てまいります。座敷の空気がビリビリと震えておりました。清五郎の短歌はなかなか止まりません。ケチの極みだ。腹の中まで見せてみろ。と、まあ、大層な勢いでございます。大家さんは、はじめのうちは、そっぽを向いておりましたが、だんだんと、顔が赤くなってまいりました。とうとう、立ち上がりまして、こう申します。よろしい。ならば、お上に決めていただきましょう。話は思わぬ方へ転がってまいりました。こうして三人は奉行所の知らすへ出向くことになりました。白い砂利の上に与太郎と大家さんと清五郎がきちんと座っております。正面の高いところには大岡越前の神様が静かに腰を下ろしておいででした。あたりはしんと静まり返っております。清五郎は背筋を伸ばしたまままっすぐ前を向いておりました。
お奉行様は両方の言い分を一つ一つ丁寧にお聞きになりました。それから扇子を開きまして大家さんの方へ静かに目を向けます。時にその方の本業は何であるかは貸し屋をいたしております。では家賃を立て替えさせ不足を責めたのは貸し屋の仕事か、それとも金貸しの仕事か。大家さんは答えに詰まってしまいました。お奉行様はゆっくりとこう続けられました。金を貸したというのであれば、その間の利息をこちらへ返さねばならぬ。数えてみますと、わちもんどころか大家さんの方が随分と損をすることになってしまいます。大家さんはしらすの上でがっくりと肩を落としました。棟梁の勝ちでございます。与太郎の道具箱も無事に戻ってまいりました。落語大工調べのあらすじでございました。それではどうぞ良い夢を。おやすみなさいませ。昔々、江戸のとある町にこじんまりとした商家がございました。今夜のお話は、その家に暮らしていた夫婦のお話でございます。少ししんみりといたします。けれど、怖いお話ではございません。最後まで聞いていただきますと、ふっと頬が緩むような優しいお話でございます。大代3年目と申します。どうぞ明かりを落としてゆっくりと息を整えてくださいませ。この家の主人を清兵衛と申しました。穏やかで真面目な人でございます。奥様とはそれは仲の良い夫婦でございました。ところがある年のこと、奥様が床につくようになりました。医者を呼び薬を尽くしましたが、日に日に細くなってまいります。やがて枕元のあんどんの明かりがやけに大きく見える、そんな夜が参りました。清兵衛は奥様の手を取ってこう申しました。お前がいなくなったら私はどうしたらいい？奥様は静かに首を横に振ります。それでもね、お前さん。清兵衛は涙をこらえて続けました。幽霊でも構わない。どうかまた
会いに来ておくれ。奥様は少しの間目を閉じておりましたが、やがてこくりとうなずきました。そうしてそのまま息を引き取られたのでございます。月日は流れてまいります。一人で暮らす清兵衛を周りの人たちは大層心配いたしました。そろそろ後添えを。はじめは首を横に振っておりました清兵衛も、度重なる勧めにとうとうなずきます。こうして迎えたのがお園さんという優しい人でございました。薄紅の着物のよく似合う静かに微笑む人でございます。お園さんはよく気のつく人でございました。家の中はいつもきちんと片付いております。清兵衛も次第に笑うことが増えてまいりました。二人はまことにむつまじく暮らしております。けれどもでございます。夜一人で床につきますと、清兵衛はそっと天井を見上げるのでございました。あの時交わした約束を忘れてはおりません。今夜こそ来てくれるだろうか。そう思いながらまぶたを閉じるのでございます。ところが幽霊は一向に現れません。春が過ぎ、夏が過ぎ、秋の風が吹き、また冬が参ります。1年たち、2年たちました。清兵衛は少しずつ寂しくなって参ります。やはり嘘だったのだろうか。それとも私が後添えを迎えたことを怒っているのだろうか。夜な夜なそんなことを考えてはため息をついておりました。そうして3年目の命日の夜でございます。その晩は風もなくしんと静まり返っておりました。あんどんの明かりがふっと揺れます。清兵衛が目を開けますと、枕元に白い着物の人がそっと座っておりました。長い黒髪が肩にかかっております。紛れもなくあの人でございました。清兵衛は起き上がることも忘れて、ただその顔を見つめておりました。ようやく清兵衛は声を絞り出しました。どうして3年も待たせたのだ。責めるつもりはございません。ただ寂しかったのでございます。奥様は少しばかりうつむきました。
それから恥ずかしそうにふふと笑ったのでございます。清兵衛にはなぜ笑うのかまるでわかりません。奥様はゆっくりとこう申しました。あの頃の私はお葬式の後で髪を剃られておりましたの。清兵衛ははっといたしました。丸坊主の姿であなたのところへ出て行くのはどうにも、まして新しい奥様のいる家でございましょう。そんな姿はお見せしとうございませんでした。ですからね、お前さん、髪が伸びるのを待っておりました。清兵衛はしばらく言葉が出ませんでした。3年もの間、この人はただ髪の伸びるのを待っていたのでございます。やがてそっと手を伸ばしますと、白い姿は明かりの中にふわりと溶けてゆきました。後には静かな夜だけが残ったのでございます。落語3年目のあらすじでございました。それではどうぞ良い夢をおやすみなさいませ。昔々、江戸の町に荒野という商いがございました。布を藍の汁に浸して美しい青に染める仕事でございます。今夜のお話は、その荒野で働いていた一人の若い職人のお話でございます。まっすぐで少しばかり不器用で、そして大層一途な男でございました。大代荒野高尾と申します。どうぞ目を閉じてゆっくりとお聞きくださいませ。その若い衆を久蔵と申します。朝から晩まで藍の桶に向かっております。両の手はいつもうっすらと青くございました。ある日のこと、久蔵は仲間に連れられて絵草紙を眺めておりました。そこに描かれていたのが吉原で一番と言われた高尾太夫でございます。金の島の打ち掛けをまとい、静かに前を見ているその姿、久蔵はしばらく動けませんでした。その日から久蔵の様子がおかしくなってまいります。仕事に身が入りません。ご飯も喉を通りません。とうとう床についてしまいました。周りの者は
大層心配いたします。親方が枕元にやってまいりまして、優しく尋ねました。どうした？言うてみい。久蔵はしばらく黙っておりましたが、やがて消え入りそうな声で絵草子のことを打ち明けたのでございます。親方は笑いませんでした。腕を組んでしばらく考えております。それからこう申しました。よし、わかった。ただし条件がある。これから3年脇目も振らず真面目に働け。そうしたら必ず会わせてやる。久蔵は布団の上でがばりと起き上がりました。目にはもう力が戻っております。やります。たった一言でございました。それからの久蔵はまるで人が変わったようでございました。誰よりも早く起き、誰よりも遅くまで愛の桶に向かっております。休みの日にも道具の手入れをしております。仲間が遊びに誘っても首を横に振るばかり。1年が過ぎ、2年が過ぎてまいります。両の手は洗っても洗っても落ちぬほど深い青に染まっておりました。そうして3年が経ちました。親方は約束をたがえません。久蔵の貯めたお金にいくらか足してやりまして身なりを整えさせます。ただしそのままでは座敷には上がれません。そこでお座敷医者のふりをすることになりました。慣れぬ着物に袖を通しまして久蔵は吉原の門をくぐったのでございます。胸がドキドキとなっておりました。やがて座敷の襖がスーッと開きます。現れたのは紛れもなくあの高尾太夫でございました。絵草子で見た通り、いえ、それよりもずっと久蔵は何も言えません。ただまっすぐにその顔を見つめておりました。気がつけば目の縁に涙がにじんでおります。太夫はそんな久蔵を静かに眺めておりました。やがて夜も更けまして別れの時が参ります。太夫がそっと尋ねました。次はいつ来てくださいますか。普通であれば来月にもと答えるところでございます。けれど久蔵にはそうは言えませんでした。しばらくうつむいておりましたが、やがて
顔を上げます。そして着物の袖をまくったのでございます。現れたのは深く青に染まった両の手でございました。申し訳ございません。私は医者ではございません。神田の荒野で藍を染めております。久蔵と申します。3年の間休まず働いて、やっと今日という日をいただきました。ですから次はいつになるかわかりません。そう言って深く頭を下げました。座敷はしんと静まり返っております。太夫はその青い手をじっと見つめておりました。やがてそっと自分の手を重ねます。3年もの間ただ一度のために働いた人が目の前にいるのでございます。太夫の目にも光るものがございました。後に年季が明けますと、高尾は久蔵のもとへと継いだと申します。2人は小さな荒野を仲良く営んだそうでございます。落語荒野高尾のあらすじでございました。それではどうぞ良い夢をおやすみなさいませ。